村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん今日はなんか本編がボリューミーだからスタッフって人がここをなんか負けって言ってほっとよお前、俺らの出番はここしかないからな。お前無視お前逆にもうめちゃくちゃ喋ってやるぞ。いいよ。撃ってきたよ。正気じゃねえな。撃ってる危ないお前背に腹は変えられねえ。お前掛け声すぐに教えるからさっさと本編に行きやがれ。オッケー。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。あういえあういえ。わかったか。お前これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。あ、お前番組始まるじゃねえか。お前3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。早く言え。スパイやマサラカスパイやマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイやマサラカスパイやのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。あったでしょ。めちゃくちゃ惜しい。何？早く言えって言ったよね。早く言え。惜しい。早くして。いやこれ合ってるじゃん。ダメです。母音一緒じゃん。母音は一緒。ただじゃあもう分かんないよ。答えは1個しかないからやっぱりこういうのはそういうこと、はい、ということでですね、この回が来ちゃったかなっていう感じです。来週7月31日はなんと陽介の誕生日。イエーイということで、今年で何歳になるんですか？今年でですね27歳になります。27歳といえばなんとウォルト・ディズニーはですね、蒸気船ウィリーを発表でモーツァルトはトルコ行進曲、作曲、織田信長は桶狭間の戦い、で、今川義元を撃ちました。27歳になった陽介さん、何を成し遂げたいですか？いやその3方言われたらさ何も言えないよ。ハードル高っ。何総理大臣になるぐらいのあれだよ俺がそうだね、これはね悪意を感じるね。悪意感じるよね。悪意感じます。どうですか27歳はね、やっぱね大人の余裕を持ちたいですね。まだ早いんじゃない？いいんじゃん30歳になってからいいんだよ。俺ねなんか一個ずっと思ってたのがあったの、20代後半って、すげえ、渋くなろうとすんのよ男の人。でも30代入ると急に若作りしたりすんのよ。どうなんだろう。そうなのかな。でなんでだろうなって思ってたけど、いざ自分が20代後半になったら、やっぱそう思うわ。渋くなりたい。そう。へえ。俺だから今ちょっと胸毛生やしてる、そうなんだ。やっぱ渋いなっつって。いやこのさこういうシャツ着るじゃん、シャツ着るとここから見えるじゃん、それいいなーってかっこいいなーっつって。かっこいいな。胸毛でもそんな生えないでしょ。生えない生えないから難しい。マッキーでさちょっとさピッピッピッって書いてる。それフレディ・マーキュリーのモノマネする人みたいになってるはい、ということでですね、今日はめでたい日ということでリスナーの皆さんからもたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。紹介していきます。ラジオネームゆうちゃんさん、7月に突入したということは陽介さんのお誕生日がもうすぐですね。私は、20歳を超えたあたりからカルビで胃もたれするわ、階段上がるのも辛くなるわ、これが大人になるということかと実感しているのですが、陽介さんが、身体面精神面で大人になったなと思うことは何ですかと来てます。怒んなくなったかも。なるほどね。感情がなくなってきた。なくなったんじゃないと思うんだけどねなんかムカつくこともあるんだよもちろん、でもムカついたとしても、いやまあこの人は別にそういう人だからいいか。確かにね、物事をこう多面的に見れるようになったってことだね多分ね。いろんな一方的にっていうよりも、それはあるかもね。熱くなんなくなった。熱くなってこよやっぱり30超えたら若作りするから熱くなるから多分そっからはい、続いてまだまだあります、ラジオネームせっちゃんさん。陽介くん誕生日おめでとうございます、体調を崩した時は本当に心配しました、もう無理はほどほどに健康でいてください、私は陽介くんの歌声が大好きです。陽介くんの声はとても心地がよくずーっと聴いていたくなります。っていうか
毎日聞いてます、歌以外でいつか声優にも挑戦なんてどうですか？聞いてみたいな。ますます、素敵な一年になりますように健康に気をつけてくださいねということで。声優はね無理だよ、無理やっぱ、さあそれこそイベントとかでさ声優さんとさ、話するじゃん。するね。もっと過酷だからさ、そうだね、現場って、すごいよね。そんでなんか技術と根性が。そう、だから俺はちょっと無理だな。感情ないから今。大丈夫、30超えたらできるようになってくるんじゃん声に感情が乗るようになってくるんじゃんはい、続いていきます、ラジオネームのいちゃん、陽介さんお誕生日おめでとうございます。最初に出会った時は24歳だったのにもう27歳だなんてびっくりすぎますね。そうだね、怒涛の月日の経過に心底びっくりしています。陽介さんはどんな27歳にしたいと考えていますでしょうか？これからも様々なことにチャレンジして、充実した楽しい人生を送ってくださいね。スパイの陽介として応援しているのと同時にあなたの人生も応援していますと。なんか追記があるな。私も7月生まれなので誕生日が同じで嬉しいです。蟹座大型です。これも同じですか？俺獅子座不明。血液型知らないの？知らない。行きなよ、見てきなよ。AB 型じゃない？いや O か B。 ああ、そうか、お父さんとお母さんがそうなのか。じゃあ O じゃないかな。どう思います？ O っぽいっすよね。O っぽいっすよね。ほんと。でも几帳面だよ俺。どこが？自分のテリトリー以外は大雑把だと思う。自分の中テリトリーはちゃんとしたい。多分みんなそうじゃない？そっか、みんな割とそうだと思うよテリトリーはちゃんとしておきたいっていうその範囲のね広さだからね、多分ね。じゃあ改めていきましょう。27歳どうしますか？やっぱね、趣味を充実させたい。古着だから、古着系の YouTube やってる人の番組とか、ラジオとか、出たいんだそう、じゃあ自分で発信しないよ。じゃいや自分で発信するのはまだまだなんだ。やっぱさ、奥深いから、俺が語ってもって思っちゃう。だからいろんなことを教えてもらいたいし、お店も教えてもらいたいし、あとやっぱいつか、ジーニストショー見えるぐらいになりたいから。じゃあまず草薙さんのところに行かないといけないねまずはね、ヴィンテージとはというところから、だからまず稼がなきゃいけない。そうですねということで、番組では皆様からのメッセージまだまだお待ちしております、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時半までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでチェイス・ザ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。陽介愛を込めてハッピーバースデー。イエーイさあということで来週の7月31日は陽介の誕生日ということで、番組では事前にリスナーのおめでとうメッセージを送っていただきました、それを読んで紹介していこうかなとも思うんですが、せっかくなので、メッセージを送ってくれたリスナーに今から電話をして、直接陽介にお祝いの言葉を伝えていきたいと思います。いいっすね。それでは今から電話をしていきますが大丈夫そうでしょうか？はい、それではもしもし、こんばんは、スパイの健太です。陽介です。もしもし。もしもし、お名前を教えていただいてもよろしいですか？兵庫県のなりです。ありがとうございます、これ兵庫から聞いてくれてるってことですかね、今は。いつもはちょっと YouTube の方で収録で。なるほどなるほど。少し遅れてね。じゃあぜひ、ちょっと有料課金していただいてリアルタイムで聞いていただいて急な営業じゃんバサラカは結構、週遅れであっても毎週聞いてくれてるんですか？なんか料理とか家の作業しながら垂れ流しでながらね、ながらがちょうどいい番組ですから。ちなみになりさん、陽介のどういうところ好きですか？なんか何事にも一生懸命で、すごいライブとかは全身全霊でも立ち向かっていく感じなのに、普段はすごいキュート可愛くて、なんかちょっと抜けてそうなところとかでも芯がある感じがすごい好きです。ありがとうございます。陽介さん的に何かありますか？いやー、可愛いで売ってますからね、俺はね。
やや受けなんか質問とかあります？陽介に。なんかもう今年異常気象すぎてめちゃくちゃ暑いじゃないですか。はいはい、暑い。でもう本当にバテてて食事もちょっともういらないかなっていうことが増えてるんですけど、夏の乗り越え方とか陽介さん何かされてますか？ああ、なるほど。夏の乗り越え方。夏生まれですよね。なんか教育番組みたいな質問が出てきたね。でもやっぱり旬のものを食べるが一番いいんですよ。きゅうり、スイカ、そうですね。オクラ、ナス、カレーいいよ。ああ、野菜カレー。野菜カレーをあれをさオリーブオイルで素揚げしてカレードライカレー作ってその上に野菜乗っけて食うのが美味しいですよ。成田さんちょっとめんどくさいよね。やりますやらないやつのやりますからやります大丈夫です。なんか他に伝えたいことありますか？スパイエアに入ってから2年ちょい経ったと思うんですけど、もう本当にもう陽介でよかったともう私たちファン一同も思ってるので、嬉しい、これからももっともっとたくさんの人に素敵なスパイエアの音楽をこう広めていってほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。泣いちゃうね。はい、泣いちゃうよ。そんなこと言われたら頑張ります。はい、お願いします。なんでもう切ろうとしてんの？こんなに素敵なメッセージくれたのに。お前ナリさんにあるだろ。あのね、あれなのよ。こう言われるとなんて言っていいじゃん分かんないよ。もうさっきからね、ナリさんは多分見えてないと思うんですけど、これこれ聞いてくれてるみんなも見えてないと思うんですけど、ずーっとニヤニヤしてる。なんかすごい気持ち悪い顔してるの、ずーっと。可愛いです。いやなかなかないからこういう俺初めてだよこういうことされる。ちゃんとその気持ちを伝えてくださいよ、しっかり。ナリさん、今日はあなたのためなんで。ナリさん、はい、ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。来年も祝ってください。もちろんです。お祝いさせていただきます。はい。めちゃくちゃ合コン下手な男子みたいになってるね。下手だ。いやー、ナリさんありがとうございました。まだこれからも。こちらこそ毎週これからもながらでいいんでよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。はい。いや、どうですか？いやー、あれだね。浮かれちゃうね。照れくさいよね。恥ずかしいし、でも嬉しいよね。そう。あるよね、こういうこと。この BGM さ、この BGM ね、悪意あんのよ、なんか。なんだよこれ。すごい恥ずかしいのよ。さあ、まだいけますか？続いていきますか。じゃあね、次の方。もしもし、こんばんは、スパイアの健太です。よすけです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。お名前聞いてもいいでしょうか？パッドです。パッドさん。パッドのパッドね。そう、はい、パッドさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これパッドさんはどこで聞いてくれてるんですか？今東京です。東京で。いつもはバサラカ聞いてくれてます？聞いてます。それはYouTube の週遅れとかですか？いや、普通にタイムフリーで聞いてます。有料課金者。いや素晴らしい、ありがとうございます。ちなみに何歳ですか？お若い。今17です。17？ 17？若い。ティーンですよ。じゃあ高校生？今高2です。高2。めちゃくちゃしっかりしてんね、なんか。ありがとうございます。どうやって育ったらそんなしっかりするの？スパイを聞いてからね。スパイを聞いたらこうですね。ダメよそれ。スパイを聞いたら大体学力下がってくる。さあ、ちなみにパッドさん、陽介のどういったところが好きですか？いや、本当にスパイアってやっぱり前のボーカルの方がいて、継ぐ部分ですごく大変なところもあったと思うんですけど、いや本当にそれを感じさせなくて、もう本当に新ボーカルっていうよりもスパイアのボーカルに今はもうなってるところが本当にすごいなっていうふうに思います。いや、本当にちゃんとしてる。泣いちゃう。泣いちゃうね。なんかアナウンサー志望とかですか？めちゃくちゃしっかりしてる。全然です。すごい。ちなみにパッドさん誕生日いつですか？6月30です。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。おめでとうだね。ってことは、俺と10個違うってことか。そうですね。はい。ってことは、2008年生まれ？2008です。なんでどうしたすごいね。2008年に生まれた子がもうこんな立派に喋れてる。それを俺に向かって言う？わかるね。陽介より10個でしょ。俺パッドさんと24個。二回り？二回りだね。
そうですね。じゃあ親御さんいくつですか？健太さんよりも多分年上ですね。あ、そうなんだ。50、はい、50いってないか。いってないぐらいです。はい。そうな、お兄ちゃんお姉ちゃんもいる感じ？お兄ちゃんお姉ちゃんいなくて、弟が今小6でいます。すごいね。素晴らしいね。素晴らしい。なんか聞きたいことがあるそうですけども、陽介に聞きたいことあるんですか、パットさん？そうですね。なんでしょう。ついこの間本当誕生日を迎えたんですけど、はい、で来年成人じゃないですか。そっか。もうそうだ。そうなんですよ。それで今それこそあんまりいいのかわかんないですけど、選挙とかあるじゃないですか。そこでなんだろう、もう来年から自分が成人になるっていうところで、それやっぱ自分のね自覚とかを持たなきゃいけないんですけど、なんせまだ2年前まで中学生だったもんで。確かにそうだよね。全然その自覚というか、その責任というかを感じられないんですよ。でなんか遠い先のことのようにも思えるんですけど、いざ考えてみると来年だなっていうふうに思ってて、はい、なんか成人になるに向けてなんかやっとくべきこととかも気持ちというか、なんかアドバイスが17歳にアドバイスがあればっていうふうに思います。なるほど。いや、急に大人になれって言われてもなれるもんじゃないよ。だからでもパット君はもう17歳でこれだよ。いや本当にちゃんとしてる。十分大人だと思うよ。だから大人だから今はその18歳で選挙権をもらえます、成人式がありますで、大人ってなってるだけだけど、結局俺たちみたいにバンドやってる人間なんていつまでも10代の魂があったりするわけなんですよ。だからそれは今パット君にしか感じれない感情だったりとか、パット君にしか思わないいろんななんでだろうとかいう疑問、それこそ選挙権をもらって政治に対していろんなことも思うだろうし、でもちろんいろんないわゆる大人になるとさ、やっぱこう税金だったりね、そういう責任もねいろいろ入ってくるから、それに対してなんで今俺たちはこういう風になってんだろうとか、そういう疑問って意外と若いうちにしか感じれなかったりするんだよ、なんでこうなってんだよとか、なんでこんなに税金高えんだよとか、なんかそういうのって今しか得られないから、その気持ちはできるだけなくならないそのうちなくなると思うんだよね。なくなるっていうか比率が少なくなる、比重が少なくなってくると思うの。いろんな多分大人になっていろんな経験を積んだらね、でも、まだ経験値が浅い今のうちっていうのは、そういう感情はやっぱずっと大事にしてた方がいいから、何か大人になるために準備しとくというよりかは、大人ってなんだよっていう気持ちをずっと持ってる方が、俺はパット君のそのしっかりした芯のある声をしてるし、芯のある喋り方をしてるから、その部分では絶対にもう本当にね、大人でも子供のやついっぱいいるから、本当にね、周りとか比べずに本当に自分が感じたまま日々感じたまま生きていくことで、それが結果的にいろんな経験を積んで大人になるということだなと思うから、今はそんなにね18から大人だって言われるかもしれないけど、それはあくまでも年齢の話であって、年齢と感情っていうのは必ずしもイコールじゃないといけないってことはないから、絶対に今しか感じれない感情を大切に持っててほしいなって俺は思います。はい、ありがとうございます。いやでもそうだね、まあ、大人になって多分もうね嫌でも考えるから、そう10代の時の感情って取り戻せないんだよ、簡単には。だからすごい大事にしてほしい。いややっぱね本当にそう思うな。もうね年齢重ねたらね嫌でも大人になるし、そのね、かかってくる責任を自覚する時がねいつかね、絶対に来るから、やっぱりまあすごくその辺は考えると思うし、パット君も大丈夫だと思う。大丈夫だよ。ちゃんとこう、年齢なりにちゃんと考えると思うから。これが東京のシティボーイ。シティボーイだ。これはめちゃめちゃちゃんとしてる。びっくりした。俺がこんな風にパット君みたいに喋れるようになったらマジ24ぐらいだよ。喋れてないよ。今陽介も喋れてないからね。もう大丈夫です。もう本当ね、パット君の年齢の時ね、俺もみけんとずっとね水遊びしてた。全然余裕だと思います。まあしっかりね、本当17歳でこんだけしっかりしてるのはマジでびっくりしました。ありがとうございます。これからもお体
お体って俺らが言われるタイプだな。元気にね、エネルギッシュに生きてほしいなと思います。素直に生きてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね。あ、そうか。ハット君の選曲を陽介に送りたいスパイアの楽曲を選んでくれてるみたいです。じゃあそちらをこうぜひ聴かせていただいてもいいですか？はい。スパイアでウェンディ It's You。おお、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。スパイアのバサラカ。パット君が選んでくれたウェンディということで、どうですか？いや、すごい明るい気持ちになれるね。いや、ここでライアーとか言われても俺嫌だった。ドーンってするね。政治になるのにライアーかけられて。いや、ほんとありがとうございました。お送りしたのはスパイアでウェンディでした。こちらのコーナーに参りましょう。プレゼントを目指せスーパー国旗クイズやということで、来週7月31日は陽介の誕生日ということで、番組からプレゼントを用意しているんですが、普通に渡しても面白くないし渡してよ。自分で勝ち取ったプレゼントの方が嬉しいに決まってます。ということで、以前の放送で陽介が詳しいと豪語していた国旗についてのクイズを出題します。3問中2問正解することができればプレゼントを差し上げます。もし2問正解することができなければ罰ゲームとしてキューティーストリートの可愛いだけじゃダメですか？ダメですよのサビ前の可愛いだけじゃダメですかの部分、全力でフルテンでやってもらいます。これは本気に寄せた全力です。で、俺がいいでしょうって言わない限りはもうこれはもう罰ゲーム成立にならないので全力でやってください。さあ、国旗に詳しい陽介さん、ここに3問あります。これはどうしましょう？出題はだから説明してそれがどの国旗かってことでしょ？そうですね。スーパー国旗クイズなんですが、今からとある国旗の特徴を言ってきます。特徴。なのでその特徴に当てはまる国を出題後、10秒以内に答えてください。それでは早速国旗クイズを出題していきます。第1問。赤と白の横縞で左上に青い長方形、その青い長方形の上に50個の星が書かれた国旗は何でしょう？アメリカ合衆国。正解です。まあそりゃそうだよね。これは意外とでも言葉で言われるとむずい。想像していかないといけないからね。それでは国旗クイズ、あと1問だよね。正解するからね。第2問。上から緑、黄色、青で構成されている国旗は何でしょう？エストニア？不正解。よし、これで面白くなりましたね。緑、黄色、青、上から、だから上3本ってこと？緑、黄色、青で構成されている。緑、黄色、青。ガボン共和国です。アフリカはアフリカでしょこれどうせ。アフリカです。中部です。アフリカは分からんって言ったよ。さあ追い込まれました。やばいね。いいですか、心の準備は。それでは国旗クイズ第3問。左から縦にオレンジ、白、緑で構成されている国旗は何でしょう？オレンジ、アイルランド。不正解。じゃあこっちだわ。コートジボワール。まあ2分の1に不正解した。泣きの1問とかないの？ない。だってこれ3問しかないもん。だから今出して。だから今もう2分の1をミスっただけだから、まああったわけでしょ。コートジボワールかアイルランドって。で、こっちかなっていうのは外れたわけじゃん。だから別にプレゼントはあげます。ただ全力で可愛いだけじゃダメですかはやってもらいます。一回。大元キー。大元一回流しますね。このちょっと鼻にかかった感じね。すごい陽介がぶりっこしてる今。もう入ってるこれ。じゃあ陽介さん罰ゲームまで3、2、1どうぞ。可愛いだけじゃダメですか？
帰るよ俺。ちょっと面白かった。ちゃんと全力で偽に行ってね。ダメですか？しかも正面から見てるとさ、顔がやべえ、めちゃくちゃ気持ち悪かった。いいでしょう。はい。じゃあ陽介さんには罰ゲームもやって、プレゼントも贈呈ということで、はい、じゃあということで番組からのプレゼントカモン。なんだ？来ましたー、ケーキ。これいいです、ちゃんとケーキですね。あ、プレゼントが来ました。これは衣類ですね。衣類ですか？衣類ですね。なんでしょう？開けていいですかこれ？はい、どうぞ。どうでしょう、何が入ってるんでしょうね。でれん。T シャツだ。開けてみてちゃんと。で見てみて。え？はい、こちら陽介くんの好きなものといえば T シャツ。よく福岡の古着屋さんでもかっこいい T シャツをゲットしていますね。そんな陽介くんのために世界に1枚だけのオリジナル T シャツを作りました。パッと見ツアー T かなと思えるこのデザインですが、こちらにはバサラカスタッフ3名が厳選したいやわかるよ、陽介くんのボインボイン兄ちゃん珍回答がプリントされています。バサラカスタッフからの愛を込めたプレゼントです。日常使いしてください。あ、BB 兄ちゃんってBB 兄ちゃんいいですね。それないよほんまに。たこ焼き俺たちの夜はこれからをいや素敵な T シャツですよ。いやありがとうございます。いいですね。愛の溢れた T シャツです。プレゼントどうですか？部屋で着れる T シャツ探してたんですよ。部屋着になりますこれ。ということでプレゼントを目指せスーパー国旗クイズのコーナーでした。ありがとうございます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでリバースということで、今日はこの曲に乗っかりながらエンディングでございます。はい、陽介ハッピーバースデーということで、どうでしたか？いやなんかなかなかない機会だったのね、どういう風にいればいいか分かんなかった、いいんですよ、ありがとうっていう気持ちで舞い上がってりゃいいんですよこういう日は、ということでお知らせものいきたいと思います、ボートレース2025の CCM ソングにもなっております新曲 Chase the Shine 配信中です。よろしくお願いします、で今年も Just Like This 2025開催決定ということで、今年は 2days、会場は山梨県川口コステラシアターになります。ぜひ皆さん遊びに来てください、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆様からのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。はい、そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信しております。YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応しておりますので、世界中のお友達にどんどんおすすめしてください。ということでこの時間のお相手はスパイエアドラムのケントとボーカルの陽介でした。それではまた来週。